ちは、横山です。入門シリーズ第5回、いかだで知能を釣るには団子の役割をよく理解し使いこなすことが求められます。今回はかかり釣りの最大の特徴である団子について解説します。団子には大事な役割が3つあります。1つは刺し餌を海底まで速やかに送り届ける重りとしての役割。知能は基本底で釣ります。かかり釣りの釣り場は水深が標準で、7、8メートルぐらい、超浅場ですと3メートルですとか、深いところでは20メートル、中には30メートルを超えるポイントもあります。団子を使うことでですね、オキアミやサナギを何メートルも下の海底に手返しよく送り届けることができるようになるわけですね。それから2つ目はですね、中層の餌取りから刺し餌を守るバリアとしての役割ですね。ポイントを作る過程で上層や中層にはアジやサバ、コノシロが集まってきます。団子にくるめばこういう小魚の群れの中、刺し餌を海底まで安全に送り届けることができます。それから最後に魚を足元のポイントに集める集魚材としての役割ですね。重り、刺し餌の保護、それから集魚、団子を使うからこそですね、それなりに深いポイントの海底で軽くて柔らかい餌を使った完全深瀬の釣りが可能になるわけです。それから集魚としての面を見ますとですね、普通巻き餌を巻く釣りというのは刺し餌を巻き餌に同調させるということが非常に重要で、これがなかなか難しい技術のいる作業になるということが多いんですけども、かかり釣りの場合はですね、この刺し餌を巻き餌に同調させる作業が非常に容易なんですね。団子が3回した時点ですでに刺し餌と巻き餌の同調が進んでいるわけですからね、簡単です。このようにですね、団子は一見取り扱いが難しいように見えますけども、実はこの釣りを合理的かつ簡単にしてくれているのは他でもないこの団子なんですね。で、まずどんな団子を使ったらいいのということなんですが、初めてのうちはですね、まずは釣れてる人の真似から始めてください。ベテランの人が使っているのと同じ団子を使うということですね。身の回りの先輩に聞いてもいいと思いますし、雑誌や新聞で紹介されている団子でもいいと思います。自分で配合を考えたりですとか、それから自作する楽しみというのもあると思いますけども、それはある程度慣れてからでいいと思いますね。ちなみに私の場合ですね、10年前にお師匠さんの山本太郎さんの真似をして以来、ずっと同じ団子を使い続けてます。ですから重さとか濁りとか集魚力とかですね、私は団子で頭を悩ませたことは一回もないです。いつどこに出かけても基本ずっと同じ団子でやってきているということですね。で、参考までにその私の使っている団子をですね、紹介します。全部丸9です。パワー団子チヌ、それから大チヌスペシャルハイパーと側線爆寄せ団子、この3種類を混ぜて使ってます。いろいろな役割を果たしてくれる団子ですけども、私が最も大事に思うのは割れのコントロールですね。割れてほしくない時は割れず、かつ割れてほしい時はきちっと刺し餌が出てくれる。ボラが暴れ回っているような状況でも、それから魚気が全くない状況でも、団子が3回するタイミングを自在に操れるということですね。これが大事じゃないかなと思います。で、この配合はその辺のコントロールがしやすいんですね。水分の適量の幅が広いんだと思いますけども、多少水を含みすぎた状態でもそれなりに3回してくれますんで、水分調整でも失敗しづらい、そういう意味では入門者にも使いやすい配合じゃないかなと思います。で、これに巻き餌を混ぜて使うんですね。オキアミ、サナギミンチ激ヤラ、コーンカン、あとアミエビとかですね。で、この団子もですね、巻き餌も季節や釣り場によって使用量やそれから内容が多少変わります。一番たくさん持っていく時期で、これ全部ですね、20キロぐらいありますけども、これ全部にオキアミを3キロ、それから激ヤラを3枚、あとコーンカンを3缶ですね、混ぜて使います。これが私が1日で使う最大量ですね。夏はですね、餌取りの風が高くて手返しが早くなるのと、あと実調時間が長くなりますんでね、たくさん必要になります。で、逆に冬はですね、魚の活性が落ちますし、日照時間も短くなりますんで、団子の量が少なくなります。例えばこれとからこれ1袋ずつにオキアミを1.5 キロとか1キロだけとかですね。で、また混ぜる巻き餌の種類もですね、季節によって少し変わります。例えば餌取りが極端に多い時期はオキアミは混ぜずに激ヤラとコーンだけとかですね。あとは逆に冬場はですね、オキアミだけ持っていくですとか、本当の玄関期になると小魚を少しでも寄せたくてアミエビも混ぜたりとかですね、変わってくるということです。
ちなみに当チャンネルの調校動画はですね、全部説明のところに当日持参した団子の内容を記してあります。似た季節や釣り場にお出かけの際はですね、ぜひ参考にしていただければと思います。ちなみに記載してあるのは持てた量ですんでね、実際は使い切れなかったという日もあったと思いますけども、ご参考にしてください。はい、次にですね、団子の混ぜ方、それから水分量について説明します。私の場合はですね、この団子材については全部家で混ぜて持っていきます。いかだの上で混ぜるのめんどくさいですからね、風吹いてたりすると粉が飛びますし、三重県ですと餌屋さんに建築用のバットやミキサーが併設してあるところが多いですから、買ったその場で混ぜていかれるといいと思います。で、オキアミや激ヤなんかの蒔絵ですね、これは基本いかだの上で混ぜることが多いです。蒔絵の混ぜ方でですね、まんじゅうのあんこみたいに巻いと団子で蒔絵を包み込むやり方もあるんですけどね、あんこって言うんですけど、これは私はやりません。めんどくさいですからね、もう混ぜてしまいます、全部。で、1日にですね、3、4回に分けて桶の表面だけ混ぜて使っていきます。上から10センチぐらいですかね、ぐるぐるとかき回して混ぜれる量ずつですね。なぜいっぺんに混ぜないかと言いますと、一つは餌取りの活性に合わせて蒔絵の濃さを調整したいからですね。餌取りが全然いなければオキアミを濃いめにしてやるとか、餌取りの活性が高くなりすぎたら蒔絵を混ぜるのをやめるとかですね。それともう一つの理由はですね、水分の調整がしやすいからです。水分が多すぎるなと思ったら下の方の乾いた団子をかき出してきて調整できますしね。水の量の調整はですね、少量ずつの方が絶対に調整しやすいです。楽ですしね、手も。で、最後余った時はですね、下の方水足してなければ、これ乾いた団子は持って帰ってまた使えるということですね。で、団子の水分はですね、手の感触で調整します。ケーキ職人みたいに計量カップで何 cc とか測りません。大体で大丈夫です。そもそもオキアミやサナギにですね、混ぜる蒔絵に相当量の水分が含まれてますんでね、蒔絵の量が変わると多少水の量も変わってきますんで、水分量は感覚で覚える方がいいと思います。で、正しい水分ってどれぐらいなのということなんですが、これが言葉で説明するのが難しいんですけどね、私の言葉で言うと気持ちしっとりしてるぐらいですね。水中に入った団子というのは団子の粒子と粒子の隙間に水が入り込むから表面からボロボロと崩壊していくんですね。で、水分の多すぎる団子というのはこの隙間にもともと水が埋まってしまってますんで、時間が経ってもなかなか崩壊してくれません。いつまで待っても割れないんですね。で、これでは匂いも拡散しませんので集魚効果も期待できません。で、逆にですね、水分が足らないと今度は団子の粒子と粒子の結びつきが弱すぎて回転まで持たないんですね。だから水は多すぎてもダメ、少なすぎてもダメということです。で、正しい適量の水について違う言い方で説明しますとですね、片手でギュッと握ってみてギリギリまとまるぐらいが目安の一つです。手で水をすくって、足して攪拌して試しにギュッと握ってみて、でまとまらなかったらまた手でちょっと水をすくって攪拌してというようにちょっとずつ水を足しながらやっててですね、で試してみてまとまったところで水ストップということですね。最後にですね、入門時はなるべく同じ団子を使い続けるといいと思います。これ余談ですけどね、釣りって水中の様子が見えないところが私は一番面白いところだと思うんですけども、その見えない水中の様子を伝えてくれるのが浮きや目印、かかり釣りでいうと穂先ですよね。で、この穂先が水中の状況を伝えてくれるモニターだとすると、団子はそこに信号を送ってくるセンサーに当たると思うんですね。糸や針も同じですけどね。で、同じセンサーを使うからこそ釣り場間の違いであったり、同じ釣り場でも午前と午後の違いであったりですね、小さな変化に気づきやすくなると思います。目の前で起きている事象と過去の経験を比較しやすくしておいた方がいいということですね。で、これ毎回違う団子、違う糸、違う穂先を使ってますとね、その状況自体に差があるのか、センサーやモニターの違いによる差なのか分かりにくくなると思うんですね。慣れてしまえばですね、初めて使う穂先や団子でももう普通にやれるようになるんですけどね、始めたばかりの頃は、同一のものを使い続けた方が自分の中にそれなりの判断基準ができるまでの時間がですね、短くできるんではないかなというふうに思います。それから、私と私の釣り友達はですね、みんな同じ団子を使ってます。
仲間内で同じ餌立て、同じ道具立てで釣りをしているということですね。でこうしますとですね、情報の共有がしやすくなります。例えば隣で釣れたとなったら、刺し餌や重りは何を使ったか、糸はどれぐらい送ったか、釣り方を聞けば自分も釣れるということなんですね。一緒に釣っていれば釣り方が定まるまでは、友人がそこを探るなら自分は中層を探るですとか、友人が流してみるなら自分は止めてみるとかですね、2人いれば情報量は2倍になりますし、3人なら3倍になるということです。または別の日に出かけた友人からですね、前日のうちに電話で状況を聞いておけば、感覚的にはもうすでに1日そこで竿を出した感覚で釣りに臨めたりするんですね。仲間内で手の内を揃えれるとこ揃えておくと、いろいろとメリットが多いということです。よろしかったらぜひ参考にされてください。はい、以上ですね、談合について説明しました。次回からはですね、釣り方の基本について説明ができればなと思います。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ごきげんよう。